ボーにナビなし、出だしは最悪。急カーブのレインボーラインの先には、今回は福井県三方五湖。ぜひ最後までご覧ください。皆さんこんにちは。明けましておめでとうございます。新年一発目は昨年の11月、福井県三方五湖に行った時の動画です。前から行ってみたかったのですが、少し距離があるため躊躇していました。しかし雪が降る前、今シーズンに何としても行きたいと思い、行くことに。寝坊してしまったため遅くなって、時刻は昼前になっています。現在はおなじみ国道8号を通って石川県の南部に向かっています。編集をしている1月現在は雪も積もってバイクには乗れないので羨ましい。動画のストックもなくなるのでやばいですね。なんて裏話はさておき、30分ほど走って加賀インター手前まで来ました。ここまでの流れはもはやおなじみですね。ゲートをくぐって福井方面へと向かっていきます。お気づきの方もいるかと思いますが、ナビのスマホを付け忘れています。一応どこで降りればいいかは確認したのですが、そこからの道が全くわからないので正直不安です。とりあえずは高速で南下していくだけなので、進み続けていきたいと思います。30分ほど走って福井市内に入りました。1時を回ってしまったので、南城サービスエリアでお昼ご飯を食べようと思います。出発するのがやはり遅かったですかね。結構混んでいますが、お昼は食べれるのでしょうか。お昼は南城 SE の隣の道の駅南越前山海里で、いろいろお店があって迷いましたが、福井といえばやはりおろしそばですよね。おろし大根と鰹節がたっぷり乗っていてとても美味しかったです。ごちそうさまでした。 SE を出かけ、駐車場でハーレー乗りのおじさまとお話ししたのですが、三方五湖の方にイカ丼が美味しいお店があるみたいですね。行ってみたかった。出発するのが遅すぎました。反省しながら走っていると、右手には若狭湾が。いよいよ三方五湖も近づいてきました。30分ほど走り、若狭三方出口で高速道路を降りて三方五湖レインボーラインを目指すのですが、ここからは本当にナビがないとわからないので、次の交差点でどちらに行くかすらわからない。看板に左と書いてあった気がするので、左に曲がってみます。果たして正解なのか。奥の看板にレインボーラインの文字があったので右折してみましょう。ただこのままではたどり着けなさそうなので、リグアップしてスマホをつけます。いや、全く逆方向でした。結局来た道を戻っていくことに。右に見えるのが苦しく、やっぱりナビは早めにつけるべきですね。道を間違えながらもなんとか入り口まで到着。時刻は15時を回っているので少し焦っています。18時には道が閉まってしまいますからね。ここ三方五湖レインボーラインは若狭湾のリアス式海岸と三方五湖を望むことができる 11.2km の観光道路で、2022年に無料開放されました。勾配もカーブもなかなかきついので注意ですね。ここまでのヘアピンカーブはなかなかないので緊張しましたね。
で第3駐車場に到着。ここでバイクの写真でも撮ろうと思ったのですが、大型バイク乗りの団体さんがいたので引き返すことに。派手なアメリカンバイクがたくさん。ちょっとビビってました。少し戻ってちょうど良さそうなところがあったので、ここで撮りましょう。こんなに景色が綺麗なら一眼レフを持ってくるべきでした。思っていたよりもずっと綺麗です。いい感じに撮れたので、次は第1駐車場に向かいましょう。少し登って第1駐車場に到着。有料ですが、ここはケチれません。駐車料金は上の施設にある精算機で払うみたいです。他にも何かあるみたいですが聞き取れませんでした。気を取り直して中へ。すごい数のバイク。関西からのライダーが多いようでした。今まであまり有名なツーリングスポットには行ったことがなかったので、バイクの多さに圧倒されています。ここからの眺めもいいですね。ソフトクリーム聞かれますが、今回はパス。36テラスに行くためのリフトは通常1000円ですが、ライダー割で500円に。駐車料金と合わせて1000円で楽しめます。大きなタヌキがお迎えしてくれ。早速リフトに乗って山頂に向かいましょう。ケーブルカーもあるので、リフトが怖い方も安心。チケットを見せてリフトへ乗車。これは山頂の景色が期待できますね。リフトはスキー場で乗り慣れているはずなのですが、標高が高いこともあって結構怖いですね。山頂に到着。奥に行ってみましょうか。三方五湖、三方湖、水月湖、菅湖、久串湖、蛭ヶ湖の5つの湖の総称で、ラムサール条約指定湿地に登録されています。こちらは先ほどと反対側、リアス式海岸の若狭湾。四国で見たような入り組んだ海。ここまで綺麗だとはびっくりしました。ソフトクリームを我慢してリフトに乗ってきてよかったです。16時近くなってきて日も落ちてきましたが、夕焼けが綺麗ですね。よく撮れたのでしばらく景色をお楽しみください。景色も楽しんだところで降りましょう。帰りも行きと同様リフトで降ります。帰りのリフトは思いのほか怖くなかったです。ありがとうございました。さて、日が落ちる前に帰りましょう。暗くなるまでに帰宅は厳しそうですが、今回はあまりゆっくりできなかったのでまた来たいですね。とっても良かったです。駐車券は取り出しやすいところに入れとくといいですね。駐車券を渡して帰りましょう。帰り道まできれい。なかなか良いツーリングになりました。小浜線の2両編成を見送って
高速でサクッと帰りましょう。若狭三方 IC から舞鶴若狭道へ。日がだいぶ傾いてる。これは着く頃には真っ暗ですね。このあと高速の渋滞にはまり下道で帰ることになり、夜中に家に着くことになるのですが、今回の動画はここまで。敦賀の街を横目にお別れです。最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。